こんにちは。前回に引き続きエスパーカラーでお送りします。今回は伝説クリーチャーでまとめたエスパーレジェンズ。早速タイトルで煽っていたスタン BO1 環境についてお話しします。スタン BO1 の生息数はこんな感じです。これね、見たらわかるんですけど、赤タンメタラない人、みんなバカです。って言われそうですね。ちなみにこの中で赤タンをメタってるのは黒タンコンだけです。なんで黒の勢力がこんな落ちてるんでしょうか。それは謎に多いコントロール勢の出現ですね。一般的には黒系の遅いデッキは青混じりのコントロールや白単コンにはかなり不利がつきます。アーシの想像ですが、別に黒単コンが流行ってるわけでもないのに黒単をメタるこれらが流行ってるせいで数を減らしてるのかなって。まあコントロールがなぜ流行ってるのかというと、おそらく BO3 のメタの変遷が BO1 に影響を与えてるのかなって思います。BO3 はアトラクサ系の遅いデッキが流行って、それに対抗してグリクシスや青系コントロールが流行ってるので、結論として何が言いたいのかというと、赤単メタりつつ遅いデッキも睨めるデッキ最強じゃねえってことです。青白兵士も緑白毒殺も除去がほぼない押し付けデッキ。これが遅いデッキに刺さるわけですね。でもサイズが小さいためこれらは赤単には強くない。じゃあ押し付けでサイズもでかいレジェンズ最強だよねってことです。アグロも多いのにコントロールも多いカオティックな環境ですので、アグロで下手にあれもこれも対応したいと考えるのは間違いです。ちなみにまだ回数少ないですが勝率は 68% です。ワンチャンこれでも上振れじゃないかもと思ってます。ということで試合の方を見ていきましょう。盤面は追放除去が少ない黒に対してめちゃ有効なトルーズラフィーンで攻め立てています。お相手こちらに3枚アドを与えると分かっていてもトルーズを除去するしかない。悲しみののど首狙い。こちらはシェオル出してからラフィーンでライフお得なんですが、余裕があるのでルフィング見てから考えようかな。アーテイ引いてアーテイ構えありかなって思いましたが、やっぱり何引いてもここはシェオルかな。そしてここで対応できずお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはほぼ最強のハンドですね。基本的に一打にミカリアさんラフィーン4シオルとキャストしたらほぼ勝ちです。赤タンはサリアもラフィーンも取るのが非常にしんどいので、仮に除去されてもテンポが悪くなりシェオルまでライフが残るんですよね。ということでサリアは焼かれましたが、ニノヤのラフィーンをキャスト。お相手即槍をキャストからそのままターンエンド。こちらはシェオルドレッドをキャスト。ラフィーンでアタックします。もう攻めるだけなのでアーテイはいらないかな。このライフゲインが温かいんですよね。お相手即走でアタック。3点除去がありそうですね。そしてお相手構えてターンエンド。ミシュランでブロックして3点火力狙いかな。こちらはエーデリーンをキャスト。お相手即発からもう1枚即発。さっきメインで打てばよかったのでは。こちらはラフィーンでアタック。防御は適当に。ここ竹沼置くならさっき捨てるの竹沼でよかったじゃんという。お相手ライジュは強いですが、もうこちらが攻めるターンですよ。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。赤タンにアブロでライフレース勝つの気持ちいいです。対戦よろしくお願いします。3マナの動きがないですが、マリガンするほどじゃないのでキープ。お相手特別が飛んできそうなから、こちらはデニックをキャスト。お相手胃眼状の修繕をキャスト。白タンミッドタッチアオって感じですかね。白タンタッチアオは足も組んでるので今後どこかで紹介するかもしれません。お相手それはミスプレイです。というか落ちないとエフェクトでないの罠ですね。こちらは悲しみの3ターン目パスなのでサイクリングをしときます。ここ放浪を浮かまな気がしますので立たせたままで。そしてお願いショールはお相手銀行破り軌道通りました。
お相手二眼上の修繕が裏返り、骨顔キャストシェオルが取られますね。そして構えてターンエンド。こちらは OO キャスト、動きが直線的すぎますが通さなきゃ勝てないのでこれも通りました。そしてそのまま構えてターンエンド。あと4ターンも殴らないといけないのかなりしんどいですね。お相手メインから記憶の反乱、これは困ってますね。4枚にて2枚をハンドへ。そしてそのまま構えてターンエンド。こちらはもうあとはアテイ構えて殴るだけです。青でアタックして、ここは通ってお相手残り12点。ここを相手起動にかなり悩んでたので、なんとなく次ラス付きだから悩んだのかなって思いました。まあ読んだところでアーテイ打つだけなんですけどね。お相手国別をキャスト、これは打ち消しです。集団失踪ならまだ何とかなるので国別はこれで打ち止めだと助かりますが、お相手手札は潤沢ですが、あと3回殴りきれるか。こちらは英雄の交友値を引きました。ベストはラフィーンですがこれはまあまあ。青のアタックは通って残り7点。お相手集団失踪をキャスト、これ素直に受けてシェオルに期待するのもありですが、ここはもう青オールインでいきます。英雄の交友値で青に破壊不能を付与。こちらの2体が除去されます。そしてエンドに竹沼金力、さっき死んだアーテイをハンドに戻します。こちらは青腕アタック。お相手イガン上金力、これは強い。素直にここで死なせてシェオル出たらほぼ勝ちですが、もしもめくれが弱い場合が悩みどころです。ということで足は破壊不能を選びました。お相手メイン記憶の反乱するまでは対処殺なかったはずなので、あとは殴りきれるだろうという判断です。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これもほぼ完璧な初手ですね。お相手兵士デッキ、これはほぼ先手ゲーですね。お相手ヨーフィアの前線兵をキャスト、こちらはデニックをキャスト。お相手サリアをキャスト、これならラフィーンで一方的に殴れます。こちらはラフィーンをキャスト。奥義は本当は土地を捨てたいですが、サイズを上げたいのでグッバイアンクタスくん。3点入って残り17点。お相手 OC 古参兵をキャスト。ここで粗暴な聖戦士で取られないのがラフィーンの偉いところ。こちらは当然シオルをキャスト。兵士に対しては単純に最強の動きをぶつけるだけで OK です。こちらはサイズを1個上げたらお相手とに1交換になるので1枚だけ落とします。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは絶対キープじゃないハンドです。3マナ以上のクリーチャーも青以外の土地も全部裏目なので、時間以降の引きに要求されるレベルが上がります。こちらのサリアに合わせてお相手考慮。青3だと思うのでスクレル部でアタックします。と思ったらお相手から白黒土地。こちらはラフィーンを引いたがキャストできない。これが甘いキープした結果です。お相手コントロールっぽいのでサリアダニだけで何とかなってますね。こちらはようやく黒い土地ですがタップイン。お相手4マナ目。そのまま構えてエンド。こちらはラフィーンをキャスト。アタック前にお相手虚空先。こちらはサリアでアタック。奥義はカムリのサリアを落とします。お相手ストレートに5マナ目。ここ構えてエンドということは集団失踪はなさそうな気がする。このターンサリア除去されて開始告別されると寒いので青キャストはなしです。
ということでエデリンで少しでも打点を通しに行きます。防御で当て入れた時だけが裏目かな。お相手考慮から土地を弾いて1ドロー。そしてイーガン上ポン2機、対象はサレア4点通ってお相手残り8点。お相手6マナ目からやっぱり持ってましたね。特別こちらはシェオルドレッドをキャスト。土地はプレイしなくてもよかったかも。お相手ここは構えてエンド。こちらは法をキャスト。こちらは4マナ立ってると殴れないので、例えばかき消しとか4マナ打ち消しはここで使えないはず。不運でも放浪ウォーナイ読みでマナ立ってても行った方が良かったかな。お相手大田原から集団失踪。かなり苦しそうな動きですね。こちらは法をキャスト。さて追放除去はあるか。お相手記憶の反乱フラッシュバック。2枚ハンドへ。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでスパーレジェンズでした。いやーアンクタス強かったですね。アンクタス最初は3枚くらい入れていたんですが、同じコンセプトで2回やってもしょうがないので、今回は本気で強いデッキを目指して組んできました。ちなみに足的には伝説はよほど強くなきゃ3枚に抑えるルールなので、今回で言うと1ダニにサリア3ラピーン4シオルが4枚で他は3以下に抑えてます。他はばらけてさせるので個人の味が出るのがレジェンズの面白いところですね。で、前回ネタがなければレジェンズやるって言ってたんですが、裏で結構デッキ自体は組めてます。でも構築幅が広いミッドレンジが国別や赤単に駆られる BO1 環境なのでちょっと勝率がきつくて、まあせっかくなので今一番旬だと思っているこのレジェンズを紹介させてもらいました。ちなみに紹介した動画は分回りばかりに見えますが、勝つ時はだいたいこんなもんです。逆に盤面に干渉できるカードがほぼないので負ける時はボロクソに負けるのがこのデッキです。なのでちょっとでも自己率を下げるためにルーターになるアンクタスは3分の中ではまあまあ優秀な方ですかね。このデッキの強さですが、冒頭でも言っていた通りめちゃくちゃ強いです。何が相手でも自分の動きを押し付けるだけなのであまり有利不利はないかな。強いて言うならお互い分回り対決になる緑白毒とか青白兵士はイーブンに近くなるかもってところですね。以上です。 BO1 のガチャゲーっぽさがいろいろ言われることありますが、アーシは運ゲの中でもメタ読みや実力差がちょっとずつ出て統計に現れるのが面白いと思ってます。もともとネット麻雀ナッチ勢だったので似たようなイメージを感じてます。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。